皆さんこんにちは、大輔です。今日はね、フィリピンの大規模に実施されているロックダウンの裏側で、今一体ね、何が起きてるのかっていうある問題に関して、お伝えしたいと思います。で、それはね、飢餓問題の深刻さなんですね。今コロナの状況の中で420万世帯ですね。フィリピンの人口の約16.7% に当たるんですかね。こういった、ね、方々が空腹を経験しているって、いわゆる、飢餓の状態に、なっているということなんですね。で、この飢餓って答えてる割合のですね、約半分が未成年の子供たちらしいんですね。で、その中でも小学生以下が多数っていう、そういう統計が出てるんですよ。で、あんまりね、これ報道では聞かないかったんですけどね、私自身。これ本当だったとすると、結構深刻ですよね。で、自分もね、マニラだったり周辺地域に行った時にはね、いろんなその格安サービスを受けるわけですよ。こう移動するにしても、ジプニーとかね、トライシクルだとか乗れますし、で道に出ればね、こうストリートフードがいっぱい売ってるわけですから、例えるとね、こう日本ってお祭りでこう屋台でたこ焼き買うと500円とかするじゃないですか。あれがね、フィリピンのね、ストリートフードで、ああいうものを買うと、どれぐらいですかね、だいたい10ペソとかで買えちゃうので、10とか20ペソとか買えるんで、2、30円とか、そういう価格でね、美味しい料理がね、食べれるんですよね。ジプニーとかね、トライシクルのドライバーだとか、ストリートフードを売ってる人たちだとか、そういうのをね、振る舞う人たちっていうのが、今、どういう生活をされてるのかっていうのが、個人的にね、そう気になりまして、で、ちょっといろいろ調べてみました。物価がやっぱ安いわけですからね、サービスを提供されている方って、おそらくね、その日暮らしの人たちが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でね、今そういった方々どうやって生活してるのかっていう話なんですけど、3月中旬からね、そのフィリピンのロックダウンっていうのは始まってるわけなんですよね。で、今なお現在続いていて、若干ね、緩和はされてきてるんですけど、依然として自由にね、移動することができなかったりだとか、もしくは、まだね、営業を禁止されているような職種っていうのも非常に多いわけですから、ちょっとね、そういったところ気になるわけなんですよね。で、僕もね、こう、現地にいるわけではないので、生の、雰囲気っていうのを掴むことって結構やっぱ難しいので、現地にいるね、フィリピン人の友達にいろいろ聞いてみました。で、質問したのはこちらの3つになるんですけど、まず1つ目がですね、ジプニーとかトライシクルのドライバー、ストリートフードベンダーって今どうやって生活してるのっていう質問ですね。で、次に補助金に関する質問をしたんですけど、一応ね、こう支援金みたいなのが政府から出てるみたいなんですけど、これみんな平等に受けられるのっていうことを聞いてみました。で、あとは、これ、そう、ぶっちゃけね、マニラの治安ってどうなの？特にマニラの中心地区のですね、パサイとかマカティとか、そのあたりって今どうなってるのってことを聞いてみました。じゃあね、上から順に彼がね、どういうふうに答えてくれたかっていうのを、皆さんにね、シェアしていきたいなと思うんですが、まずはジプニーとかトライシクとかね、ドライバー、ストリートフードベンダーさん、今どうなってるのと、どうやって生活してるのってことなんですけど、彼からのね、答えが聞いたらね、こんな感じだったんですね。ロックダウンが始まってるので、それらの営業っていうのはやっぱ全てね、禁止されてるんですよね。なので彼らは今ね、職がない状態だということなんですね。なんで、国とかね、自治体がこう支援金だったり、食料配給だったりね、そういったものを実施していてね、それが今生活の頼りになってるんじゃないかということでした。で、実際ね、私も調べてみたんですよね。そしたらね、こう3月末にドゥテルテ政権の閣議決定の中で、こうパンデミックの中において収入がね、得られなくなってしまったような1800万人の低所得者帯の方々に対して、支援金としてね、2000億ペソっていうのを、緊急補助金として提供するっていう報道がね、なされていました。で、これはフィリピン国内ではもうこれまでにない最大級の財政援助パッケージだというふうに報じられてましたね。
で、このね、2000億ペソってことなんですけど、これをね、1800万人で割り算をしてみると、1人当たりね、1万1000ペソとかになるんですね。これ日本円にすると2万3000円ぐらいなんですが、この待遇がね、世界から見て、いいのかどうかっていうのは、これ人それぞれだと思いますけどね。で、日本とはだいぶ事情が異なるっていうのは、我々は理解しておきたいところなんじゃないかなと思います。で、次にね、この補助金っていうのがみんな平等に受けられるのっていうことを聞いてみました。で、彼の答えはですね、こうでしたね。自治体によって扱いが異なるらしいんですけど、一応ね、首都のマニラにおいては、5000ペソから8000ペソの間でですね、そういった援助を2回利用できるようなんですね。でもこれは全員平等ってわけではなくて、特に救済が必要な方々、具体的にはこういった方々ですね。高齢者の方とか、障害持つ方、あとは妊娠中の方とかね、一人親の世帯、ホームレス、非正規雇用、低賃金者、無職者といったところ。で、それに加えて、結構ね、細かく指定されてるなと思ったんですけど、こうね、生活が苦しい国外で働いてるフィリピン人労働者というのも対応に入るみたいですね。あと資産が10万ペソ未満の起業家が対象なんで、ビジネスのね、立ち上げを頑張ってるような起業家も対象になるみたいですね。あとは家族経営者とか農家、漁師というような感じでしたね。これらの方々に配られると。これね、でも配る方も大変ですよね。受け取る権利があるかどうかっていうのをやっぱ見定めていかないといけないですし、受け取る方もね、その権力をちゃんと見せていかないといけないので、そもそもね、こういった制度をうまく使える人ばかりではないんじゃないかなっていうところが、ちょっと心配ですよね。で、特にね、ストリートチルドレン、だから親のいない子供たちがどうして、親がいたとしても、一家総出で、外で暮らして、お家がなくて、路上で暮らしてるっていうケースがね、あったりするので、そういう人たちがね、どうなってるのか。ここもね、聞いてみました。僕の友人にね、そしたら教えてくれたんですけど、彼もね、正直なところ、どうなってるのかっていうのは、わからないっていうことだったんですよね。ただ、フィリピン政府のね、社会福祉開発省っていうところの支援プログラムがあるみたいなんですよ。この 4PS っていうプログラムがね、あるみたいで、ちょっとこれね、なんて読むか、読み方難しいんですけどね、パンタウィド、パミリャン、ピリピノプログラムってことなんですけどね。ちょっと合ってるかわかんないですけど、このサイトを見ると、4PS のね、サイトを見ると、児童向けの健康診断が受けられたりだとか、あと、お金がない方々であっても、学校に行けたりだとか、あとは、衣食住を含めた何らかのサポートっていうのは、おそらくね、受けられるようになっているような、そんな感じでした。なんでね、彼らがこういう仕組みをね、使えていることっていうのを祈るばかりなんですけどね。で、僕なんかもね、マニラに行った時に、夜にね、外歩いてると、ストリートチルドレンにね、囲まれたことってあるんですよね。結構怖くて、物取られちゃったりするんじゃないかってことで、囲まれるとね、やっぱ怖いんですけどね。彼らがね、元気に生きてくれてるのを祈るばかりですけども、ぶっちゃけね、このマニラの治安、特にパサイ、マカティのあたり、どうなってるのっていうことも、聞きましたんで、皆さんにシェアしたいと思います。で、彼がね、答えてくれたのはこんな答えでしたね。軍だとか警察とか自治体のスタッフがね、ロックダウンの検疫を実施してくれてるということなので、犯罪者だとかギャングでね、街に溢れ返ってるということは、そういうことはね、ないみたいです。で、実際ね、ロックダウンが始まってから犯罪の発生率っていうのが普段の約半分になったっていう、そんな記事もね、見ることができて、実際ね、規律正しく生活がね、皆さん頑張ってやってるみたいですよね。で、これね、まとめなんですけど、こんな感じですね。今日の分かったことということなんですけど、フィリピンではコロナ影響での生活困窮者っていうのは多いですよね。
で、その中でも未成年の影響が多いということが分かりました。でね、とはいえ政府の支援プログラムっていうのはそれなりに存在しているということも分かりました。で、最後にね、強烈なロックダウンの後であっても、一定のね、規律は守られてるっていうことも分かりましたね。で、僕ね、これこう思うんですよ。夜になってもずっと暖かい気候じゃないですか。なんで、みんなね、外出が大好きなんですよね。僕も好きなんですけど、いきなりね、ロックダウンが始まるからっつって、いきなり外出ちゃダメっていう風になるわけなんですよ。で、そうなったら、規律も何もなくて、僕からしたら守れないんじゃないかなっていう風に思うわけなんですけど、でも実際どうなってるかっていうと、軍だとか警察とかね、それに加えて自治体が動いて、検疫がね、きちんと出来上がって、で、規律が守られてるっていうことなんで、これね、フィリピン政府がある程度信頼されてるっていう裏付けでもあるんじゃないかなというふうに感じますよね。で、日本の政治と比べるわけではないんですけど、このあたりについてもね、いつか動画にしていってみたいなと思っております。そうね、自分たちの知り得ないところで、世界ではね、いろんな変化起きてますよね。こういうね、現状もあるっていうことを知った上で、日本のね、ありがたみっていうのを感じていければなと思いまして、今日はね、動画にしてみました。ちょっとね、この場を借りてなんですけど、こういったね、現地の情報ってなかなか僕らね、わからない中なんですが、率直にね、答えてくれたね、僕のフィリピン人の友人にはね、この場を借りて感謝を述べたいなと思います。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。